俺のおやつ、栗。この時期になるとひたすら食ってるが、さすがにこんだけ食うと飽きてきたんで、今日はこいつで一品作っていこうと思います。というわけで今日使う物はこいつらだ。最初にまず栗ちゃんの皮を剥いて中身をかき出していく。今回は焼き栗を使ってるが、コンビニとかに置いてある安いむき山栗で一向に構わん。むしろそっちの方が手間はかからんやろ。どうせ後で刻むんで身はボロボロで大丈夫だ。栗の実をかき出したらこいつを粗めに刻んでおく。続いてキノコ。今回はマッシュルームを使ってるが、こいつもまあしめじやしいたけ、お好きなキノコで大丈夫だ。こいつも栗と同じぐらいの大きさに刻んでいく。ちなみにあんまり手に入らないで今日は使ってないが、ポルチーニだけを使うとかなり香り高い高級感のある味わいになる。使い方は簡単で、こいつをぬるま湯で戻し刻むだけだ。戻した汁もリゾットに加えてやるといい。ちなみに我らのカルディに売ってます。そして最後に玉ねぎを刻んでいく。4分の1個ほどをみじん切りに。自然な甘みを加えるための玉ねぎだが、今回栗の甘みもあるんで分量は8分の1個ほどでぶっちゃけ大丈夫だが、なんか中途半端に余らせるのもあれなんでっていうあれです。ニンニクも刻んでおくか。これはお好みで大丈夫だ。普通リゾットにニンニクはあまり加えないんだが、なんか男子イタリアンなら入れたくなっちゃうやん。俺は気分で加えたり加えなかったり、パンチが欲しいやつは入れるといい。あとは米2分の1合を洗わずに用意しておいてほしい。というわけで仕込みは以上だ。フライパンと鍋をセット。鍋の方に水 600ml、 そこに固形のマギーブイヨンを一粒ぶち込む。コンソメや鶏ガラスープでも OK。 洋食の出汁は本格的に作ろうとするとかなり大変なんで、こういうのを使うと楽なんだが、こういった固形スープは塩分も含まれてるんで、なるべく薄めに作っておいた方が後々調整がやりやすい。フライパンの方にオリーブオイル大さじ1ほど、ここにみじん切りにしたニンニク玉ねぎをぶち込み、弱火でじっくり焦げない程度に炒めていく。ニンニクの香りが立ち、玉ねぎが透き通ってきたら刻んだキノコと栗を投入。軽く炒め合わせる。そしたら米を投入。普通に日本の米で OK だ。ここでのポイントは米は洗わないこと。洗っちまうと米がどんどん水分を吸収し、余計な粘りが出てしまう。この美味しいオイルを最初に米に絡ませるんや。米をさっと絡めたら引火しないように火力を落とし、ここに白ワイン大さじ1、スーパーに売ってるいっちゃん安いワインで大丈夫だ。火力を強め、ワインのアルコールを飛ばしていく。そして米がやや透き通ってきたら、ここに沸騰したスープを投入。冷えたスープを入れると時間がかかるんで、なるべく熱々のスープを入れること。オーソドックスなリゾットの作り方だとスープを少しずつ加えるとよく言われるが、俺の経験だと一気に入れても結果は変わらんので、一気に入れちゃった方がはるかに楽だ。リゾットと聞くと小難しそうに感じるが、洋食版のおかゆのようなもんだと思えば大して難しい料理ではない。このままスープがふつふつするぐらいの温度で19分から20分ほど煮込む。一旦19分でタイマーセット。
この作り方だと基本放置で作れて楽なんだが、水分が飛びすぎて焦げつきそうになったら適時水を加えて底が焦げつかないように混ぜ合わせる。米がふっくらしてきた。ここからは微調整だ。試食をしながら米が好みの硬さになるように仕上げていく。水分が足りなくなったら水を足し、水分が多すぎたら煮詰める。スープを入れてから計20分ほど煮込み、自分好みの米の硬さに仕上がった。ほんなら仕上げや。ここにバター 10g でコクを追加。さらに粉チーズで旨味を補強。チーズ大好きなんでたっぷり入れちゃいます。イタリアにおけるチーズは味の根幹なんで、多少はこだわることをお勧めする。パルミジャーノレジャーノを買ってきてすりおろすのが間違いないが、それだとあまりコスパも良くなく日持ちもしない。そこでお勧めしたいのがうちでも使ってるこのグラナパターン。こっちの方がはるかにコスパが高い。俺が昔働いてたイタリアンレストランでも使ってたんで、味も当然うまいし本格的だ。使う分だけタッパーに入れて取り出し、あとは冷凍保存しとけば相当長持ちする。今後俺の動画でチーズが出てくるときは大抵これだ。概要欄に載せとくから要チェックや。最後に味見し、必要だったら塩で味を引き締める。エキストラバージンオイルで風味付け。さらに仕上げの追いチーズ。とどめに黒胡椒で味を引き締めたら完成だ。栗のリゾット。ボーノ。作るのはお手軽だが味は実に本格派。口に入れるとマッシュルームとチーズの旨味が全体に広がり、ところどころにある栗の自然な甘さ、こいつがいいアクセントになり、秋感漂う一品に仕上がった。まさにこれは秋のリゾット。バターとニンニクでパンチを追加してるが、白ワインのフルーティーな酸味とフレッシュなエキストラバージンオリーブオイルで驚くほどしつこくない。黒胡椒がビシッと味を引き締めまとめてくれる。リゾットと聞くと難しそうに感じるやつも多いと思うが、一度作り方さえ覚えてしまえば大して難しい料理じゃない。パスタのように中の具材を書いてあれば、いろいろ応用は無限大。おかゆを作るぐらいの気持ちで軽率に作ってみてほしい。